なかなか鉄塔をこっから見ることもないね。もう山なんですよね。なんかあれかな、土地の有力者の家とかだったのかな。はい、ヒストリカの岡安です。はい、ヒストリカの安藤です。こんにちは。ということで、前回は杉集落でお父さんの話を聞いて、お父さん教えてくれた茂原までの道なのか謎ですけど、まあなんか車で別に行けるらしいんですけど僕らは歩きますということで小1時間ぐらいで着くっていうお話だったんで、まあ、ちょっと頑張って歩いていきますか今日も。まあね、ちょっとそんな感じで行けますか。道沿いに行けば迷わないとは言ってたんで、おそらく大丈夫だと思うんですけどね。分かれ道になってる試される道沿いとは。これどうなんだろうね、本当に。こっちっぽくない多分。だってこっちはなんか道って感じじゃないもんね。それってあなたの感想ですよねどっかの誰かよそれ。なんかこっち臭いけどな。俺こっちだと思うけどな。じゃあまあ今回はここまでということにしますかふざけんなお前すぐ車乗ろうとすんなよじゃあこっちにかけてみる。こっち行きましょう。この判断が後に悪夢を生むことになるとは。現場です、はい、今10分ぐらいですか。歩いて結構きついですね。はい、引き返しますか。引き返しませんあ、やばい、道が。これは越えられる。そうですね。こんなちゃんと道塞ぐんだななんか根っこから抜けてるの。ゲームみたいに道塞いでんじゃんこれ。あ、すごい。ほら正解を導き出した。ああ、なんとか難所を越えましたね。あ、動画的には前回になるのか。お父さん的にはなんか途中で鉄塔があってそこまで行ったら折り返しぐらいって言ってたかので、とりあえず鉄塔を目指すって感じですね。なんか結構整備されてるから歩きやすいっていうふうに聞いてたんですけど、急に怪しくなったなこの道。どうなんだこれは。どこに続いてるんやろ。見てください、森。まあ行くしかないですね。阻まれてるぞ。あーきつい。歩きやすいっていう感覚も人それぞれだよね。これ歩きやすいでしょまだ。本当かよ。一応道って認識ができる時点で僕は合格だと思いますけどね。だいぶ染まってきてる現場です。20分ぐらいかな。道が完全になくなって山の斜面っていう状態になっちゃって、でもこっち見るとなんか道っぽいんで、ここで我々は引き返しませんよね。積んでないかこれ。ここを頑張って登りましょう我々。密度信じて頑張ってください。ちなみに僕はここを登る過程でちゃんと転びました。なんとか。現場です。今もう確実に道は外れてるんですよ僕ら。もう周りこんなんなんでもう山なんですよね。ただお父さんが言ってた鉄塔があそこに見えたんで、でもあそこまで行けば一旦道に戻れると思う。っていうことでちょっと一旦休憩してから鉄塔のところまで行ってみたいと思います。現場からは以上です。そう、お父さんの言ってた鉄塔がもしあっちだったとしたら僕ら完全に積みますよね。もはや、ちょっと信じていくしかないですね。なんとか鉄塔付近まで来ましたんで、お父さんが言ってたのはあれのことなんじゃないかと。あの近くに道があれば正解ということですね。それをちょっと確かめに行きましょうか。我々今ガチで峠越えしてるっていう状態なんで道に戻りたいですね早く。どうでしょう。すげえ道ある。何でこうすげえなかなか鉄塔をこっから見ることもないの。どうこれ。なんか道らしきものを近くには見つけられないんですけど、
よいしょ。どうやろうなこれ。まあ道だとするならこの辺り。なんかあっちの方行って道を探してみますか。とりあえず道を探すって何？道だと思いますこれ。道かな。なんか道といえば道だよねこれ。なんか道の定義をこう広げて書いてるかな。もう何でも道に見える。まあでもこっち方面に進めばとりあえず集落には着くかなとは思いますね。思いますね。あでも目印あんじゃんこれ。ほら。やっぱこれ道っすよね。安心材料をね探す癖がある。言い聞かせる。はい。しばらく歩いてもう確信しましたね。これは道だと。ここに書いてきたらすごい逆に。道っていいなやっぱ。あんだけ道をね誤ってまた軌道修正できました。正規ルートに。よかった。昔の人は歩いてこの道歩いたのかな。隣の集落行くのにすごい苦労だよな。こんだけの距離をさ移動するだけでもこんな大変な思いしてさ移動するって。しかも日中じゃないと絶対無理だよね。そうやね。はい。でまたしばらく進んだらなんかありましたね。これなんだろうね。石碑なんですがもう何一つ判別つきませんっていう、削れちゃってるけどお地蔵さん的な彫ってあるんじゃないかなこれ。あでも確かに人の形みたいなのがうっすら。だからなんかやっぱ昔は峠とかだったんかなここ。こういうのがでもなんか書いてあるわ。阿弥陀峰。あれこれ茂原城跡らしいですよ。これがどっかここ、さっきお父さん言ってたやん、まあ、動画的には前回になると思うんですけど、これがお城の跡なんかお父さん見つけれんやろうなって言ってたけど偶然見つけちゃいましたね、遭難した結果でもここちょっと盛り上がってるのがさ、まあちょっと名称が分かんないんですけどお城の遺構だったっぽい感じはするっちゃするんかな、分かんないね。でもなんかとにかくここが茂原城跡らしいです偶然発見しましたが茂原城跡なんですがなんか道らしき道が全くないっていう状態で、どうなんだこの尾根を伝ってなんとか行くのか、もうちょっと探してみますが、あっちの方かな。ちょっと道らしいものは全然見当たらないですね。現場です。いやここはちょっと一つ現場責任者の安藤さんからお願いします。これ城跡茂原城跡でもうこっからね完全にねもう道が見つけられなくて、で結構危ないんでもうなんかこれ以上進むと遭難になるんで完全にちょっともうおとなしく引き返して車で行きたいと思う。そうやっぱね命大事そうですね。これ以上危険リスクを取るのはちょっとあれなんで、はい、まあ戻りますか。なんかさ遭難する人の心理がちょっとわかるよな。もうなんかさ全部道に見えるもんな。ちょっと平らな場所があると。確かにそうなんだよ。こういう状況なんですけど今周り。確かにこっちも道じゃない？そうこれがもう道に見えるもんね。こっちも道そう今 GPS とコンパスで方角確認しながら行ってるんで大丈夫なんですけど、これ何にも持ってなかったらもう無理だねこれ。ずっと同じ景色だしね。そう怖すぎる、目印もないし。ようやく車道が見えました。ここまで来たらもうあと降りるだけですね。なんか感動別にないよ。成し遂げたわけじゃないそう成し遂げれずに帰ってきてるからね。でもこの後ちゃんと車で茂原集落の方は行くんでお楽しみにということで、はい、まずは無事に帰る。我々はあれですね何の成果も上げられませんでしたでもお城発見したんでちょっとそれを誇りに帰ろう今はとりあえず。
でこっち行くと前回の杉集落に着くんで、とりあえず今から車を取りに行って茂原に車で向かいたいって言います。何の時間だったの？さっきのところから今車で向かってます。茂原って書いてありますね。近そうですね。よいしょ、こんな感じ。見えたかな？そうですね。なんか小屋が取り壊された。茂原集落は滋賀県多賀町に存在する無人集落です。この近辺に多数存在する無人集落の中では、最近まで定住者が存在した集落であり、2021年頃までは高齢の女性が一人で居住していました。しかしながら現在はその方も町へ移住され、定住者はゼロとなっています。はい、というわけで、はい、到着しましたね。茂原めっちゃグミ食べてる。グミ食うな。いやー、でもここの集落はね、結構規模が大きいというか、地図で見た感じですけど、上の方にも家あるんだね、ここ。さ、あれ見て、鉄塔、俺ら見たやつじゃない？あれ見た、あれだ。そうだよね、絶対。あんなに下ってこないといけなかったの？あそこの鉄塔が、僕らさっきいた場所、あそこっすね。無理に決まってたじゃん、そんなん。どう来るのが正しかったんだろうね、本当に。崖を滑り降りるしかないんじゃない？そういうこと？めちゃくちゃ立派なお寺があるわ。こっちお寺ですね。なんかノスタルジーな消火栓が。でもさ、やっぱ火事が何より怖いから、こういう設備大事でしょうね。でもなんか家多くないか？これって普通の民家なのかな？なんか特殊だね。お寺っぽいけどなんか書いてある。なんかなんとか荘って書いてあるから、宿泊施設とかだったのかな、もしかしたら。でこちら行くとお寺。いや、この村もなんかいいな、こういうロケーションが。鳥の音もいい感じ。すげえね、静か。でも四光山っていうものがある。でもね、永宝寺。鐘すごいよね、これ。めちゃくちゃ立派。なんか綺麗だね。最近割と新しめな気がするけど。骨置いてある。骨？動物の骨。これ骨か。ここで金に疲れて死んだのかな。この地域に伝わる平家の落人伝説はこの茂原にも残っていますが、学術的な根拠はほとんど存在せず、正確な起源は定かではありません。江戸時代にはごぼうの産地として茂原の名が確認できることから、少なくともそれ以前の時代から存在したことが分かっています。かつてこの地域で広く栽培されていたごぼうは高級食材として名を馳せましたが、中にも質の良い赤土と水はけの良い緩やかな斜面を利用して栽培された茂原産のごぼうはとりわけ有名であったといいます。昭和20年頃からは陶器のごぼう畑がスキー場として活用され始め、これが大成功を収めた結果、行政が介入するほどの事業となり、近隣から多くの人々が来訪するようになりました。これによって茂原は大きく栄え、多くのスキー小屋や利用客が宿泊するための民宿を営む家も多数存在したといいます。しかし昭和30年代に入ると、各地でインフラの整備が進み、自動車での交通が不便であった茂原のスキー場は徐々に客足が遠のいていきました。
さらに追い打ちをかけるように燃料革命が起こり、主産業であった林業の需要も大きく低下。多くの住人は市街地へ仕事を求めたため、移住が活発となり、過疎化が急速に進行していきました。その結果、人手不足により農業分野も衰退し、この地の主な産業は消滅することとなりました。すげえ立派な屋根だな。あれだいぶ崩れちゃってはいるが、これ何？この植物、これ何？作物？これ違う。雑草？これ見たことないんだけど、これなんでこんな群生してんの？これね、すごっ。確かにこんなん初めて見たね。ね、珍しい。地質的な、いやすごい。あの家とか崩れちゃって、ここだけ密集してるね、この植物。異常に、なぜかすごっ。めっちゃ立派な家だねこれ。塀とかがあって、なんかすごいいいなこの家。なんかあれかな、土地の有力者の家とかだったのかな。でかいもんね、屋根が本当に。ね、そう、いいお家だよねこれ本当に。あ、またこの植物あるわ、例の。あ、これ上もすごいわ。なんかちょっと場所変わっただけでさ、こんな植物の特徴出るっていうぐらい変わるね。青草の繁殖力すごすぎる。こっちにもあるけど、一旦端まで行ってみるかな。大法華経。あ、上の家もすごい立派な屋根だ。この鳥の鳴き声すごいいい。今集落のだいぶ奥の方まで来たんですけど、なんか山道に続く道があったんで、多分我々がスムーズに行けてたらこっから出てくるような感じだったでしょうね。正解を導き出せてたらここからゴールできた、かもしれなかった。確かに。でもなんかこの集落はね、ほんとこの名称不明の植物に完全に支配されてますね。これやばいなこれ。根っことかがもうなんか繁殖するあれが整っちゃったのかな、うまいこと。あ、で集落の上の段に来るみたいな感じか、ここ道行くと。なんか断層があって、さっき僕ら下層の方を歩いてきて、今上の上部の方を来てるって感じですね。世帯数多いね。多分20軒ぐらいあるんじゃないかな、見た感じ。村の水について、茂原の集落は上井出、小黒組、川戸井出、中井出、大下野井出の小技で分かれており、それぞれで水源地が異なっていました。生活用水はどこの家庭でも井戸を使っていたといいます。風呂はどこの家庭でも五右衛門風呂でしたが、わずかに桶風呂の家もありました。多くは土間の入り口にあり、水が十分に確保できなかった時代は2軒から4軒で回し風呂をしていました。貴重な水を無駄遣いしないよう、回し風呂は各家で担当する順番が決まっており、風呂に入るのは年齢が上の人から先にというのが暗黙の了解でした。茂原には年中水が湧いている水上山と呼ばれる場所が存在し、日照りが続いて水不足になると、その場所で雨乞いが行われました。笹や小さな太鼓を持った人が円になって踊ったといい、この行事には村の外へ出て行った人々も全員帰郷し参加したといいます。家に入っちゃう。あ、これ敷地内入っちゃうね。なるほど。でもなんかすごいもう草だらけで廃墟っぽかった。なんか檻がある。
あれじゃない、栽培するハウスじゃない、ビニールハウスみたいな。外側のビニール取れちゃってる。人が管理してるからさ、この手前の方は植物に侵食されてないね。やっぱこの集落あれですね、奥に行くにつれて本当にもう放置されてて、もう草とかが生えっぱなしになっちゃってるって感じだね。立派な鳥居がありますね。ここは何神社なんでしょうね。ここも毎回わかんないね。でもなんかお社が2つあるのか、ここは。あっちにちっちゃいお社が、あれお社なのかな、わかんないんですけどあって、こっちに本体のやつがあるって感じか。あ、なんか立派だわ。すごい。なんかすごいな、ここの神社。雰囲気ある。こんな感じですごい立派なお社ですね。あっちにね、あれが。こっちにもね、なんだお社ではないかな。なんかこっちは放置されてるっぽいね、こっちのやつは。このトキントキンの岩はさ、自然にできたものなの？これね、なんか石碑？ここに置かれてるみたいな感じもするしね。そう、こんなん自然にあるもんなの？なんか意味ありそうだけどね。なんかご神木っぽいイチョウの木の傍らにあるし。大晦日には年越しうどんが食され、12月31日に正月の準備として神社の飾り付けを行いました。神社では正月に村の家の数だけ餅を用意し配布したといい、寺には門徒が餅やみかんをお供えしました。住人は元旦の5時ごろからお寺参りをし、その足で神社へ参拝しました。その昔、集落の子どもたちが観音様を引きずって遊んだことが原因で、茂原の広い範囲に及ぶ大火が発生したといい、大火が起こったとされる5月12日には毎年火祭りが行われるようになりました。過去に一度だけ火祭りの日程を変更したところ火事が発生したので、それ以降祭りの日程が変更されることはなかったといいます。こっちにも畑ありますね。なんかちゃんとしてある。ごぼうなのかはちょっとわかんないけど、でも赤い花が咲いてますね。でもあそこは確実に手が入ってる感じだね。すごい綺麗に整備されてるスペースですね、これは。でもこっちにも家結構ありますね。こうやって見ると。だから結構大規模な集落ですね、ここ本当に。奥のお家とかも立派な屋根で、なんか書いてある。ちゃんとありましたね。一緒に活動しませんかって、モボラプロジェクト。皆さん興味あればぜひ。かつてここはごぼうの産地だったんですけど、今はちょっと住人がいなくなっちゃって、だんだんそれを生産する人もいなくなったっていう感じだったと思うんですけど、今そのごぼうをね、こうやって復活させようとして活動してらっしゃる方がいるみたいで。多分これ。そうですね、この畑。なんか前大利で出会った大学生の子たちもなんかここの方からごぼうの種を分けてもらって植えてるって言ってたんで、結構そういう活動が精力的にやってる方多いんで、やっぱ人が入っていかないとっていうところで、前回の杉集落のお父さんもね、結構若い方が精力的に活動してほしいって言ってたんで、興味ある方はぜひそういう活動、ボランティアにはなると思うんですけど、参加していただいたらいいんじゃないかなとは思いますね。はい。で、僕たちも各地の歴史情報とかをブログの方でもより詳しく紹介しているので、もし僕らの動画を見て興味を持ったとかそういった方いらっしゃったら、こちらもチェックしていただけると嬉しいです。はい、はい、今日は遭難しかけましたが、目的の集落にもたどり着くことができてよかったですね。これからも安全第一で頑張っていきたいと思いますので、またいいねと思ったらグッドボタンの方よろしくお願いします。
ではまた次の動画でお会いしましょう。村の伝承。その昔、松兵衛と呼ばれる男がこの地域に祀った地蔵を向の倉の住人数名が自分の村へ持ち帰ってしまいました。それからというもの、持ち帰った住人の夢の中に地蔵が現れては、涙を流し茂原へ帰りたいと言ったことから、しばらくして地蔵は元の場所へ戻されました。その地蔵は泣き地蔵と呼ばれ、現在でも村で大切に管理されています。動画のご視聴ありがとうございました。ヒストリカは地域のこれまでの歴史とこれからの歴史を発信する地方創生メディアです。このチャンネルを気に入っていただけたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。